大輝です。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は Apple のね、次なる9月の発表会についてお話ししたいと思います。昨年同様にですね、今年の後半ですね、秋頃にかけまして、製品のね、この発表ラッシュがあるんじゃないかということですね。まずは9月ですね。ここでやっぱり iPhone ですね。そして Apple Watch ですよね。そして他にもね、こういった製品登場するんじゃないかっていうことも含めてね、ちょっとお話ししたいかなと思います。待つべきなのかどうかみたいなところもね、ちょっと参考になると思いますので、一緒に見ていきたいと思います。こちらのチャンネルで Apple 製品をはじめとするリーク情報だったりですね、賢い買い方ですね、だったりガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしておりますので、100本以上アップしてますので、いっぱいね、チャンネル登録してぜひ最新情報を受け取ってもらえればと思います。なので、まだ登録してなかった方はですね、これを機会にぜひ登録していただくとですね、死ぬほど喜びます。ありがとうございます。通知ベルもオンにすると最新情報届きますので、コミュニティ機能というものでですね、Apple 製品はじめとしたお得な情報がね、これ見れたりしますので、新製品の情報とかね、流してますんでね、ぜひ通知ベルオンにして見逃さないようにしてもらえればと思います。Twitter の日々こちらもタイムリーにね、更新してますので、よろしければフォローもね、お願いします。お待ちしてます。で、まず9月にね、これ登場が期待される製品はですね、iPhone ですね。iPhone 13、13 Pro、13、13 Pro なんですけども、一部ではね、なんか iPhone 12S になるんじゃないかっていうね、噂もあるんですけども、どうやらこの13っていう数字がですね、地域によっては、おそらくなんかアジアとかみたいなんですが、不吉な数字っていうね、地域もあるんですよね。そういったことでですね、避けるっていうね、噂とかもあるんですけども、おそらくこれは13になるんじゃないかなと。13になるのが濃厚かと思います。で、デザインに関してはね、こんな形でですね、基本的には今のiPhone 12と、そこまでね、大差ないんじゃないかなと思います。はい。ラインナップとしては、今と同じですね、5.4 インチのミニ、6.1 インチ、13ですね、13、13 Pro、6.7 インチの13の Pro Max で、同じようなね、ラインナップになると思います。なので、2つのね、13のライン、13のラインと、プロモデルが、継続されるということで、一応ミニもですね、今年までは出るということですね。もしかしたら来年2023年にはですね、ミニのモデルのね、販売状況があんま芳しくないので、なくなるかもしれないと言われておりますが、で、また画面の進化としてはですね、ノッチの小型化っていうところですね。画面の上にある黒い部分ですよね。ここにやっぱりカメラとかフェイス ID のセンサーとかが結構入ってたりするんですけど、今回もね、フェイス ID の方がね、継続されると思いますので、残念ながらタッチ ID はなしということで、少しなんで黒い画面がね、小さくなって、ゲームとか動画とかもちょっと見やすくなるかもしれないですね。また分かりやすい変化で言うとですね、5.4 インチと 6.1 インチの iPhone 13ではですね、このカメラ部分がですね、斜めの配置になるんじゃないかと言われております。iPhone 13ではですね、全モデルにセンサー式の手ブレ補正っていうのがね、搭載するんじゃないかと言われておりまして、これ現在 iPhone 12 Pro Max にしかついてない機能なんですけども、そちらのね、搭載によって、デザインが変わるんじゃないかなっていうところですね。要するに手ブレとかがさらにね、手ブレ補正がさらに強力になるということですね。それが全モデルに搭載されると。あと13のね、プロとかに関しても、やっぱ明らかにカメラ部分がね、結構大きくなってるんですね。カメラモジュール大きくなってるんで、今のおそらく12 Pro Max と同等の本当性能にね、カメラ性能とかになるんじゃないかね。6.1 インチのモデルもそうなるということですね。これ嬉しいんじゃないかなと。あとカメラ性能のアップでですね、もしかしたらポートレートモードでの動画の撮影、こちらができるようになるかもしれないですね。どういうことかと言いますと、一眼レフとかね、ちょっと高めのカメラで撮影したように背景がこうぼかしながらですね、動画の撮影、これも今ソニーの α7C というフルサイズのね、結構いいカメラで撮ってるんですけども、こういった感じで後ろがこう背景がボケてるじゃないですか。こんな感じにね、iPhone でももしかしたらできるようになるかもしれないですね。これできたらなかなかすごいですけどね。ちょっとどれぐらいのね、精度によるかなるかとかによると思うんですけど、実際にGalaxy の例えば S20 とかでもあったりするんですよね、こういった機能。ただちょっと不自然な感じはあるので、どこまで正確なのかっていうのはね、微妙なところですけども、これ iPhone とかで撮るとなかなかね、すごいなと思いますね。さすがにちょっと一眼レフとかにはかなわないとは思うんですけども、こんな感じでイメージとしてはポートレート撮影、これね、一応画面録画しただけなんですけど、イメージとしては多分こんな感じになるんじゃないかなと思います。はい。あとデザインに関してね、基本的には一緒なんですけども、細かい点で言うと、例えばライトニング端子とかも継続かなっていうところですね。USB Type-C とかにね、なってほしいんですけど、ないかなと。なんでおそらく来年とかに端子がもう全部なくなるようなね、形になると思います。あとこういったマットブラックのね、カラーとか登場かもしれないですね。結構こうかっこいい感じですけどね。あとローズゴールドというか、新しいなんかゴールドモデル、サンセットゴールドみたいなとか、いろいろリーク出てきてるんで、こういった新しいカラーもね、出てくるかもしれないですね。あとそのバッテリー量ね、増加もあるんじゃないかなって言われてますね。中国のメディアとかによるとですね、だいたい 10%
か 20% ぐらいはバッテリー量が増加するんじゃないかということで、増えてはいるんで、ただまあ実際の使用時間っていうのはそんな大きくね変わらないんじゃないかなと僕は思ってまして、理由としてはですね、これ 120Hz のディスプレイへの対応っていうのがあるんですよ。これどういうものかっていうと、一応プロモデルだけのね対応になるとは思うんですが、現在の iPhone っていうのは全て60Hz っていうねリフレッシュレートで画面が書き換わる仕様になってます。これ1秒間に要するに60回ね画面がこうチカチカね書き換わってるんですよねって意味なんですが、これが 120Hz になると、つまり1秒間に120回書き換わるので、倍になってるんですよね。120Hz になると非常に滑らかな画面でゲームとかね動画が見えたりするので、これが個人的に非常に嬉しいんですけども、その一方で、2倍の画面が書き換わるんで、それだけバッテリー消費もね、大きくなっちゃうということなんですよね。そこを考慮しておそらくバッテリーの容量をちょっと増やしてくるんじゃないかなということですね。120Hz 対応するんだけども、今までと同じ駆動時間ですね。例えば12 Pro だと、今ビデオ再生でだいたい17時間とか言われてるんで、120Hz 対応しても同じ駆動時間動きますよっていうね出し方をしてくるんじゃないかなということですね。なんで性能上がったけどバッテリー持ちは変わらないという風なねアップルですね、こういった言い方好きなので結構最近あるんで、今回 120Hz がね結構目玉の機能なんじゃないかなと思いますね。またおそらくサムスンからその有機 EL ディスプレイをサムスンのものを使用するって言われてるんで、おそらく Galaxy の S21 とね同じようなものを使われるんじゃないかということなので、これ非常にAndroid と本当ね画面の質の差があったりしたんで、そこが埋まるんじゃないかなということで、ちょっと期待しますねここは。中身としてはあとA15 バイオニックチップ使われてですね、噂されているのはWi-Fi の 6E っていう新しい規格に対応するんじゃないかと言われておりますね。ちょっと高い周波数のものにね対応するっていうことなんですが、詳しい内容をね調べていただければと思いますが、要するに Wi-Fi のスピードが速くなるってことなんですけども、ただこれ家庭で使う場合はですね Wi-Fi ルーターも Wi-Fi6E というね規格に対応しないといけないので、また別途買わないといけないので、しかもちょっとお値段張るんですよね、この 6E 対応のものっていうのは。あとまだ普及には時間かかるのかなっていうところではあります。あと通信部分でいうと 5G のミリ波というものに正式に対応するんじゃないかなというところで、僕らが想像する本当超速い5G にiPhone もねしっかりとアメリカ以外でも対応してくるんじゃないかなというところですね。もしかしたら日本も対応地域に入るかもしれないです。ここはちょっと微妙なところなんですけども、あとは最大容量が1TB になるかもしれないというところだったり、ここは微妙なところなんですけどね。あとリバースワイヤレス充電ですね。なんで iPhone 自体が本当モバイルバッテリーみたいになるというか、例えばですね、iPhone の裏に友達の iPhone、例えばねスマートフォンを置いたら充電されるみたいな感じですね。お裾分け充電みたいなね、電池切れそうみたいな、人にピッてやって充電できるようになるとか、数年前からね一応 Android では全然導入されてるものなんで、そんな別に目新しい機能ではないんですが、iPhone では初めてになるかもっていうことですね。気になる価格に関してはですね、おそらく今の価格の据え置きじゃないかということですね。そんな変わんないんじゃないかと思います。ミニとかはだいたい8万円とかで、6.1 インチのモデルが13がですね、13が9万円ぐらいとか、13 Pro とかになると12万円、Pro Max が13万円あたりとか、そこら辺になるんじゃないかなと。今の価格と同じぐらいですね。で、一応発表会に日程についてはですね、今までの傾向からして大体9月14日とかじゃないかなと言われてますので、そこら辺あたりになるんじゃないかなと思います。14日になると、大体その発表会の週の金曜とかが多いので、9月17日の発売とか、もしかしたらまだねコロナの影響とかもあるかもしれないんで、次週の9月24とかもあるかも、そこら辺になるんじゃないかなと思いますね、発売は。ということで皆さんの iPhone 13、13 Pro いかがでしょうか。買いたいと思いますか、それとも見送りですか。ぜひ気軽にねちょっとコメントしていただければと思います。iPhone ちょっと12あたりを使ってる方はあんまり買えるメリットはそこまで大きくないのかなと思いますが、僕はやっぱちょっと 120Hz がね欲しいので、13 Pro あたり狙いかな。Pro Max はちょっとでかすぎるんで買おうかなと思ってます。で今この12ミニがですねちょっとバッテリー持ちがねいまいちなところもあるんで、ちょっと大きめのサイズに戻ろうかなっていうところがありますね。ということで続いて発表がね期待される製品はですね Apple Watch シリーズ7ですね。Apple Watch はね毎年のようにね登場してるんですが、すでにもういい製品というかねプロダクトではありますが、じゃあ今年は何が変わるのかってね気になると思うんですよね。まずはデザインがねやっぱ変わるんじゃないかなというところですね。もしかしたら来年かもしれませんが、他の Apple 製品のようですね、iPad とか今年に出たね iMac みたいに全体的にやっぱフラットなね形のデザインになるんじゃないかということですね。だったりですね、画面周りの黒い縁ですね、つまりベゼルとかが狭まって非常にすっきりしたね印象になるんじゃないかなと。また新しいカラー新色としてですね、ミント
グリーンというか、グリーンですね。グリーンカラーが登場するかもっていうことで、最近例えば登場した iMac とか、AirPods Pro Max とかですね、iPad Air 4には、そういったカラーバリエーションね、結構増えたりしてるんで、もしかしたら、来るんじゃないかなっていうところですね。淡いグリーンでなかなか良さそうな感じしますけどね。ベゼルが狭まったりするんで、画面サイズももしかしたらちょっと大きくなったりするかもしれないですね。また画面自体も綺麗になるんじゃないかって噂もあるので、そこら辺もちょっと期待したいかなと思うところではあります。ただそれ以外のなんか大きな変化はね、正直そんななさそうかなっていうが今のところそんな感じかな。もちろん中身としてはプロセッサーとかもね、高速化されたりとかですね、もしかしたらセルラーモデルが5G 対応とか、ここら辺もちょっと噂されてたりしますね。バッテリーの問題とかもあるので、バッテリーの駆動時間がね、ただ伸びるっていう話もあるので、そこら辺が実際実現すればですね、5G の対応とかもちょっと現実味帯びてくるんじゃないかなと思いますね。おそらく今年はですね、ヘルスケアとか健康系の新しいセンサーの搭載はないと思うので、血糖値測定とかね、グルコースモニタリングとかなさそうなので、来年以降ですね、なんでシリーズ6とか今の SE でも全然いいのかなっていうね、ところではありますね。そんな大きく変わらないと思うんで、Apple Watch の SE とか僕も今これ使ってるんですけども、結構 Apple Watch 初心者とかにおすすめかと思いますね。価格も結構安めだったりするんで。ということで最後、9月の発表会で登場しそうな製品はですね、もう一つあります。これ AirPods 3ですね。こちらもAirPods ですね、2016年以降ですね、アップデートが待たれるこれ製品ということなので、こちらも楽しみではあります。おそらくデザインとしてはですね、AirPods Pro がですね、ベースになるんじゃないかなと言われておりまして、AirPods Pro の耳栓の部分ですね、イヤーチップと言いますが、ここがないようなものになりそうです。AirPods Pro は、これはこれでいいんですけどね、結構この耳を塞ぐタイプですね、カナル型って言うんですけども、こういったタイプがあんまり好きじゃない方もね、いると思うんですよね。そういった方はね、待っても全然いいんじゃないかなと思いますね。いろんなところからですね、本当に AirPods 3を輸送したものというか、クローンというかなんかダミーみたいなものがですね、特に中国で生産してるっていうのもあるんですけども、そこからもういろんなとこからね、出てきてますね。ただ実際ね、こういったクローンみたいなものに近い形になるとは思いますけどね。AirPods Pro とほぼ同等のおそらく性能とかにはなると思うので、例えば空間オーディオだったりですね、音質とか、そこら辺は非常に改善されるんじゃないかと思います。あくまで、AirPods Pro の、ちょっと下のモデルというね、位置づけにはなると思うので、ノイズキャンセリングとかおそらく搭載ないんじゃないかなと思ってます。その代わり価格に関しては AirPods Pro よりはやっぱ安くなるっていうね、かなと。現在はAirPods が2万円前後なので、それぐらいになるんじゃないかなっていうところですよね。あと今僕も使ってる、最近出ましたこの Beats Studio Buds。この Beats Studio Buds とかに関してもですね、17,800円ぐらいなので、はい。これより安く出してくれってことはね、ないかと思いますね。ちょっとこれのレビュー動画もまた次の動画で出そうかと思ってるんですが、それより安く出してこないかなと。AirPods Pro とBeats の間ぐらいの位置づけにはなると思うので、なんでノイズキャンセリングとか必要なくて、iPhone とかメインで例えば使ってるとかであれば、非常にこれ待ってもいいのかなと思いますね。なので今やっぱ AirPods Pro じゃなくて AirPods の方ですね。そちらを買うのは、今やめた方がいいんじゃないかなと思いますね。ということで9月の発表会ね、3つの製品が出てくるのかなと思います。はい。ということで皆さんどの製品が気になりますか？それとも見送りですかね？ぜひコメントいただければと思います。で、もしかしたら確率としてはね、低いとは思うんですけども、M1X の MacBook Pro とかも9月登場も可能性としてはゼロではないかなと。9月の噂もあったりはしたんで、ないと思いますけどね、個人的には。ただ現実的にはやっぱ10月の後半とか、11月にね、おそらくイベントがあって、そこで発表というのがね、濃厚だと思いますので、期待はそんなしないでくださいね。で、9月はやっぱ iPhone 13ですね。13 Pro、Apple Watch シリーズ7、で、もしかしたら、AirPods 3とかっていう感じですかね。その後にね、やっぱり iPad の旧世代だったりとか、iPad mini が、もしかしたらモデルチェンジしてね、来るかもしれないので、皆さんやっぱ散財の準備をね、しといた方がいいんじゃないかなと。iPad mini とかについてはね、こちらの動画でお話ししてますので、ちょっと参考にしてもらえればと思います。あと、今年の後半にね、登場しそうな他の Apple 製品ですね。どういったものが出るのかっていうのね、すべてこちらの動画ね、お話ししておりますので、7つかな ?7 つか8つか忘れちゃったけど、こちらもぜひね、参考にしてもらえればと思います。こういった動画いっぱいあるんでね、こちらの動画少しでも役に立った、本当に役に立ったなと思った方は、ぜひ高評価だったり、チャンネル登録ですね、通知ベルも忘れずお願いします。お得な Apple 製品のね、情報届きますんで。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。これまたね、散財しちゃいますね。お金なくなっちゃうよ。雨がすごいな。じゃあ、バイバーイ。